皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治、自民党総裁選が終わりました。高市早苗氏が勝利。これによって女性の総理大臣が誕生する公算が強まっています。今回は高市早苗氏の勝利について解説をしておきましょう。さて、今回の自民党総裁選においては、2人の候補者が有力であろうという話は以前からありました。それが高市早苗氏と小泉進次郎氏です。実際この2人は、総裁選における投票においても、議員票プラス党員党友票の合計値において1位2位を争う状態で、最終的にはこの2人での決選投票が行われました。議員票においては非常に接戦だったのですが、党員票を元にした地方からの県連票なども集めた高市氏が最終的には勝利しました。さて、それでは高市氏に期待される政策についての解説をしておきましょう。その前に一つ、高市氏が勝利したことによって一つの実績がすでに発生しています。それは自民党総裁選においてやらせで勝利しようとした候補者に対して勝利し、そんなことをすれば不利になるんですよという実績を作ることに成功しました。これは小泉進次郎氏の選挙候補を担っていた牧島かれん議員が陣営の人間に対してあたかも一般国民を装って小泉進次郎氏に対する応援のメッセージを送るように、そして他の候補者に対するネガティブキャンペーンを実施するようにという依頼を行っていました。この件に関してお金のやり取りがあったかどうかについては不明で、あくまでもこのような発言活動してくださいといった実例集を送っただけという話になっています。そのため厳密に言えば業務としてステルスマーケティングが行われたかどうかといった問題ではありません。ですからあくまでもやらせによる総裁選の活動だったと言えます。しかし、どっちにしろそのような形で、ある候補者を応援するだけではなく、他の候補者に対するネガティブキャンペーンや、もしくは一般国民を装っての活動といったものは、決して褒められるような話ではありません。牧島かれん議員の場合だと、自民党の党としての選挙候補においても中枢にいる人物であり、自民党の政治活動としても、そのようなやらせ活動が蔓延していたのではないかという疑惑は、今後も残ることとなりました。そうした意味において、小泉進次郎氏が負けたというのは私は一つの功績として記録しておくべきものだと思います。さて、それでは高市氏に対する政策の話をしておきましょう。一般的に高市氏に対する期待されている政策としては、外交安全保障と財政積極派であることによる経済の促進です。お金を出すことに対して非常に厳しくなると、いわゆる財政緊縮派と呼ばれるような政策を実施することによって、経済全体に流れるお金の量が減少することとなります。他の国においてはインフレがどんどんと進んでいて、お金はジャブジャブと流れているような状態ですから、日本だけが一気に引き締めると内外格差は非常に広がって、結局のところ日本国内における経済もしぼんでしまうということが十分考えられます。ですから必要なところには十分なお金を用意しようという考え方は非常に重要です。もちろんこれはお金をどんどんと出しまくって財政破綻させればいいというような話ではありませんから、何にどのくらいのお金を使うのかは神経を使わなければなりません。しかし、どんな分野にあってもお金を出し渋るようでは経済を冷やすばかりですので、財政積極さと評価される人物が総理大臣になることは重要なのです。そしてもう一つ、外交安全保障は国民の多くにとってはあまり評価がされない政策です。しかし、この分野における政策に積極的である人物が今総理大臣になることは重要です。長い間の平和な時期においては、外交安全保障政策というのは、あんまり力を入れていなくても、周りの環境でなんとかなってしまい、それで、日本は平和だなという具合にして、危機感を持たないでもやっていける時期というものがありました。しかし、現在においては、国連常任理事国が他国に侵略し、攻め入った国の領土を勝手に奪おうとしているような状態が日常化している、そんな時代に突入してしまいました。そのような直接的な軍事力の行使だけではなく、もはやインターネット上においては、日常的に他の国が自分のために情報工作を積極的に行うことが、もはや当たり前のように言われている時代です。ですから、外交安全保障政策として日本の守りを固めるというのは非常に重要なのです。高市早苗氏の場合だと、スパイ法の制定については積極的な人物として知られています。従来の自民党は一つ一つの情報保護については個別に対応する政策を取ってきて、それによって以前よりは良くなったというのが
実情です。しかし、だからといって全体を俯瞰してみるような政策についてはまだまだ不十分で、これまで作った政策があれば、スパイ法を作らないでもいいというような状態ではありません。さらなる強化は必要でしょう。そしてその執行機関についても能力を強化する必要はあります。一方で自民党は現在、衆議院、参議院においては少数与党であり、野党勢力との話し合いといったものが必要です。これは議論が多く必要であり、物事がなかなか決まらないという状態を意味します。しかし、そのことを逆手にとって、野党が求める政策の中に有益なものがあるのであれば、積極的にこれに応じて日本のためになる政策については推進してほしいものです。例えば、野党側から求められている政策の一つが、基礎控除などの上昇、いわゆる103万円の壁問題といったような掛け声から始まった基礎控除の上額引き上げについては、まだまだ議論が必要で、同時に実施についてもさらなる上積みが必要です。この件に関して高市氏は、給付付き税額控除についての話をしており、野党とも十分話ができる政策です。すり合わせを行って実現に向けた前向きな議論を期待しましょう。また、野党からの批判にさらされている政策の中には、自民党自身も取り組むことを宣言し、疑問視されていた政策があります。それが外国人対策問題です。先の参議院選挙においては、後半にかけて急激に外国人対策問題が注目されるようになりました。これに合わせて、自民党政権においても、不法滞在ゼロプランを掲げるなど、対策を強化することを発表しました。ただし、これが実施されるかどうかは、常に疑問視されていたような状態ですから、今後、高市政権において実施段階に入り、これを強化するといったことが重要でしょう。野党には多くの元自民党支持者の人たちが流れたと言われています。それらの人たちを自民党に戻そうと思えば、こうした不法滞在外国人に対する対策を強化することは、確実に高市政権の一つの岩盤支持層を形成する要因となり得ます。次に、大きな政策としては注目されてはいませんが、診療報酬の改定にも取り組むといったことを高市氏は掲げていました。一般国民の間では、医師の給料が高すぎるといった批判をする人たちがいます。しかしこれは開業医であったり、美容外科のような自由診療で稼ぐ人たちをちょっと注目しすぎていて、公立病院の経営に関しては一緒に混ぜて考えてしまっている人たちがいます。やってもほとんど赤字になってしまうような領域といったものが公立病院の経営上にはたくさんあります。ですから、診療報酬を引き上げなければならない部門というのは現実に存在します。次にエネルギー政策。太陽光発電パネルの推進といったものが自然エネルギーの普及を理由としてこれまでは行われてきました。しかし、現在においては適した土地についてはあらかたメガソーラーなどが設置されるようになり、現在では環境破壊してでもソーラーパネルを置こうとする業者などが後を絶たない状態となっています。これは以前からもそうなのですが、現在ではそれがより目立つようなことになっています。高市氏はこの問題に対しても是正が必要であると訴えており、どのような手を打ってくるかというのはよく見ておく必要があるでしょう。一方、国産のペロブスカイト太陽電池についての技術開発、そして量産化に向けた動きについては、引き続き日本政府の支援などもまだまだ必要でしょう。ペロブスカイト太陽電池は山を切り崩してバーッと敷き詰めるというようなタイプではなく、今すでにある建物などに対して応用が可能な新しいタイプの太陽光発電を実現し得るものです。屋外に敷き詰めるタイプの太陽光電池については、中国製が世界シェアのほとんどを占めているような状態であり、すでに日本国内においては適した空き地というものがほとんどなくなっているような状態ですから、この分野において何に対してエネルギー政策として採用するかは見直しの時期に入っています。また多くの国民にとっても負担になっているエネルギー賦課金についての見直しについても必要でしょう。さて、ここまでの話でちょっと気をつけなければならないのは、高市総裁が高市総理大臣になったとして、その時初の女性総理大臣だというようなことをことさら注目する人が出てくるでしょう。しかし、女性だからという形で取り上げるのは私はちょっと違うと思います。結局のところ、女性であろうと男性であろうと日本のために働いてくれるかどうかというのを最も重要視すべきです。そして今後自民党政権や高市政権がどのような
政策を実施していくかは、実際に動き出してみなければ評価はできません。一議員としての発言、そして総裁候補としての発言、最終的に総理大臣になった後の政策言動については異なる動きをすることがあります。それは一議員として話していた政策について総理大臣になってみたら実施できないじゃないかといったようなことが十分あり得るからです。しかしそこで発言が変わってしまえば結局のところやらない総理大臣だなという話になり、そこで評価が定まってしまいます。高市議員がこれまで掲げてきた政策論について総理大臣になっても実施に取り組んでいけるかどうかが今後の評価の分かれ目となります。というわけで今回の動画はここまで。今後高市政権の評価が上がるのか下がるのかは、結局のところどんな政策を実施するかにかかっています。主要な野党勢力との間で日本を良くするための政策で一致できる部分があれば、ぜひともそれらの話し合いに応じて採用していってほしいものです。皆さんは今回の自民党総裁選の感想でどのような思いを抱いたか、ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。